ペロリストのみんな、ヘソペロということで、今日もフリートークです。その前にこれ、チャンネル登録ボタンと高評価ボタンを押して、最後まで動画を見てくれたら、運が幸せになれます。ピッピッピッ、ピッって押してくださいね。通知ボタンもね。っていうことで、フリートークなんですけど、相変わらずネットニュース見てて思ったんですけど、パソナがね、ワクチン業務で、ワクチンのコールセンター業務、新型コロナウイルスワクチン接種のコールセンター業務っていうのを、請け負ってたわけですよね。アウトソースでね。で、パソナグループの子会社のパソナがね、受け取ってたんですけど、その委託料を、10億円超、10億円を超える金額を水増し過大請求していたと。っていうニュースがあったんですよね。で、こうやって歩合とか、ワンコールするたびにいくらみたいな、そういう料金体系なのかなと思うんですけど、で、いつも思うんですけどね、よくね、一般論で、あくまで噂のレベルですけど、住宅メーカーの営業と、車のディーラーの営業の、職種の人って、精神をやられやすいとかって、精神にダメージを受けやすいとか、いう話があるんですよ。本当かどうかはわからないです。で、その理由として考えられるのって、対個人のお客さんに向けた営業だからって、比較的高額ですよね。で、比較的高額な商品を個人に対して営業すると、なぜ精神的に負担がきついかというと、自分の稼いだ自分のお金をで高い買い物をするから人って慎重になるし、納得がいかなければ納得がいくまでやっぱり相手の営業の人といろいろ話をするので、当然厳しい要求も出てくるかもしれないし、自分の仕事が正しくやってたとしてもそれを理解されなかったりとか、あるいはちょっとでも手を抜けば当然もちろん自分のお金だからお客さんってわーってやるじゃないですか。じゃあ個人じゃないときはなんで負担が少ないのって話で、理由はが思うのは簡単で、人のお金だからですよね。どうでもいいってことですよね。で、会社のお金を、一部その権利を自由にする権利を個人の担当の人が預かってやってるわけですよね。だから、ちょっとした損をしても痛くも痒くもなかったりとか、あとその権利を利用してやると悪いこともできちゃうわけですよ。例えば、お宅から必ず買うけど、お宅は少し高めに請求してくれれば、お宅から買う約束するよ。でも、月に1回、例えば美味しいものをおごってね、みたいな、簡単に言うとそんな感じね。もっと複雑なんですけど、で、そういうことができちゃうたりするじゃないですか。で、それくらい人のお金なんですよ。で、自分のお金が大事ってことですよね、人ってね。で、それを踏まえて、その子会社のパソナと、それを依頼している側で考えると、10億円を超える水増し請求されるような、危険性がある契約になぜしたのって
で、これだとザルだよねって、例えばなっちゃう可能性があった時に、それ自分のお金だったら心配するんじゃないのって、なんか純粋にって思ったんで、結果的に、なんだろう。言葉をある程度選ばないといけないけど、まあ、そこまでなんで考えないんだろう。自分のお金だったらきっと考えたんだろうなって思うんですよね。これだと水増し請求されたら終わりだよねみたいなね。だからさ、一括で過去のデータだとか何かの資産によってこれくらいの件数が来ることが予想されると。だから、この金額にプラス、若干その想定をここまで上回る可能性があるから、この金額でやりましょうみたいな形で最初に決めてしまって、それでいいよっていうのをその委託業者側がそのリスクも負ってで契約を結ぶとかって、自分のお金だったらそういう風に、だっていくらになるかわかんないの嫌だもんね。だからさ、なんかこれって例えば行政側がなんか被害者みたいになってるけど、自分のお金だったらそんな契約するのかなってちょっと思ったりしたんですよね。まあ、被害者なのは間違いないんだけどね。で、それが簡単にできるんだったら人ってやるし、真面目に企業努力して額に汗かけてやるより、行政のそういう甘さをついて甘い資料をする方が楽してお金がいっぱいもらえるんだったら、人はそっちの方に努力をやっぱりするんじゃないのかななんて思う。っていうなんか風には感じましたけどね。すいません。まあ相変わらずそういうなんか曲がった考え方をするアムでした。はい、フリートークでした。BGM はゾエさんのときめきトワイライトという曲です。詳しくは動画の概要欄をご覧になってくださいね。チャンネル登録してね。高評価ボタンも押してね。通知ボタンも押してね。アムのおへそも押してね。ここだよ。ここ。ということで、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、通知ボタン、そして、アムのおへそも押してね。じゃあ、またね。バイバイ。